どうも、きゅうきです。どうも、トゥンでーす。皆さん、月好きですか？急にどうしました？ワンピースって言ったら最近やっぱ月がホットワードじゃないですか。光月家だったりだとか、下月家だったりだとか、風月家だったりだとか、お好み焼きも美味しいなって感じですけど。まず人の名前しか出てないのと、最後お好み焼きが出たんやけどね。ということでですね、以前僕ら月のまとめやったの覚えてはれます？はい、覚えてます。壮大な北西もギャラの一面宇宙に行く月に関する謎をまとめたらすごいことが分かったワンピースコンテンツということでやったんですけど、これ結構再生されてるよね。そう、こちらなんとですね、およそ11万回ぐらい回っておりまして、おー、すごい。高評価数も1482を誇ってるんですよね。月ってさ、実生活にもあんじゃん、当たり前。ある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 。どんな世界観にも月って大体あんじゃん。ドラゴンボールにもあるし、セーラームーンにもあるし。当たり前にありすぎて、その大事さとか分かってない。だから月に関して何か今日も教えていただけるっていうのはすごいワクワクしております。今日は月じゃないですよね。もう月の重大性っていうのは多分もう視聴者の 97% ぐらいの方はもうワンピースって月大事だよねってことは分かってると思うんですよ。月複製まとめが好評だから第2弾やりますみたいなノリじゃなくて？違う。今今日はですね、月の反対の太陽もめちゃくちゃ重要なんだよ。外れ界の香りがするみたいな出だしになってしまった。もうこの出だしはやばいやつやわ。ちょっと待って、気合い入ってる回なんよ。何が言いたいの今日は。ワンピースの世界って月の反対は太陽だと思うんですけど、その太陽は反対な。いやもう一般的に考えたらそうや。そうなの？もうそんなことで進めさせてよ。一般的にも反対なの。反対の月の反対は太陽でしょ。ブラッキーの反対はエーフィーでしょ。ということで太陽だと思うんですけど、太陽は反政府の象徴なんじゃないかっていうことを今日話していこうと思います。どういうことですか？これを話すことによって何がわかるかっていうと、次ルフィたちがどこに冒険に行くのかとか、ポーネグリフがあとどこにあるのかとか、そういったことがわかるので結構真面目な回です。なるほどね。はい、ぜひお楽しみにしてください。そんな深い考察会が東学の口から語られるってこと？そうそうそう。マジでその期待しちゃっていいの？はい。まずはその太陽に関するまとめにからやっていきますね。確かに月ばっかりフィーチャーされててあんまり太陽のこと書かれてないもんな。そうやね。多分これはオダッチがあえて太陽を隠してるんよ。早速なんですけど、まず太陽って言ったら、コヤフラワーですよね。いなくなってるけど。どこにおんの？どこにおった？この辺の時の画像にはおってんけどな。あ、なるほど。そうそう。太陽っつったらコヤフラワーというよりも、サウザンとサニー号ですよね。はい。サニー号って太陽モチーフっぽい雰囲気もあるわけじゃないですか。それはサニーやからな。そうそう。過酷なる線の海を太陽のように陽気に越える船ということで、ウォーターセブンでアイスバーグが命名してくれたんですよね。そうそうそう。よかったね、暗黒丸にならなくてね。そうね、ロビンが言うたやつね。それこそね。そうね。実際、ワンピースの世界っていうのは多分宇宙っていうのも確実に存在してて、物語が全部終わった後は宇宙海賊編が始まるんじゃないかとかそういったことも噂されてますけど、トリコか。さすがに5年ではそこまでいけないと思うんですけどね。ただ、このワンピースの世界でやっぱ今いろんな謎ありますけど、一つの大きな謎として古代兵器ってのがあるじゃないですか。その中でもプルトン。麦わらの一味とすごい因縁があるやつなんですよね。まず最初に出てきたのはアラバスタ。クロコダイルがプルトン手に入れるぜって張り切っとったわけですよ。はいはいはい。プルトンを探す手伝いをしてたのがロビンなわけで、それで終わりかなと思ったら、なんとウォーターセブンでもね、これプルトンをめぐる争いということが途中で分かるんですよね。でフランキーが実はプルトンの設計図持っとったんやでみたいなことが分かったわけじゃないですか。ということはこれロビンとフランキーっていう2大プルトン巨頭が関わってるわけなんですよ。プルトン巨頭ではないの？プルトン界隈で有名な2人。あ、そうだ。この2人が麦わらの一味にいると。ってことはこれサニーがプルトンとは思わないですけど、プルトンに対する何か兵器になってるんじゃないかとか、そういったことが考えられるんじゃないのかなってことも思うんですよね。でもなんか船っぽくないっすか？プルトンがですよね。プルトン。そうそう。だから古代兵器の政府がもしかしたらもう所有しちゃってるかもしれないじゃないですか。なるほどな。そう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 。ということで最終的にプルトンの政府が出してきた時にサニーで戦うぜということになって、古代兵器をぶっ壊すっていうことになるんじゃないのかなってことを思ってるんですよね。やばい正統っぽいな。やばい、ほんまに外れ会っぽくなってきた。そのワンピースの世界では太陽っていうのは昔から出てきてるんですよ。それこそコエッキーさんの好きなイーストブルー編から、皆さん覚えてますか？このサメアーロンって言うんですけど、ここにおしゃれなハワイアンマークありますよね。ハワイアンマークってないの？太陽のマークやろ？そう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 。最初見た時は陽気な奴らだなと思ったような色のマークなわけですけど、アロハシャツ着てるしね。ということで陽気なマークかなと思ったら、実はこのマークすごい意味があったんですよね。この太陽のシンボル。これも伏線だったもんね。そう。ここがですね、太陽は反政府の象徴なんじゃないかってことに関わってくるんですけど、それが何かっていうと、皆さんこれ覚えてますかね？これハンコックの背中美しいですよね。気に
してはんねん本人は。これはですね、天×竜の蹄ということで、天竜人の奴隷になると押される夜勤なんですよね。またなんかルローニケンシンの話してなかったね。誰が天×竜のひらめきや。油断したらすぐ出してくる。この紋章をですね、奴隷解放運動をした際に、はいタイの親方がフィッシャータイガーさんがですね、フィッシャーやから太陽にしとこかということで、この蹄を太陽にしてくれたんですよね。フィッシャーやからとは。さらっと言ってほしかったな。特に意味はなかったから。太陽にしたこうと。まるで呪いをかき消すように、天竜人のやつを上からね、重ねて太陽のシンボルにしようぜということで押してくれたんですよ。これみんなよく綺麗に押せてるよね。ずれずにな。そう。ちょっとずれたら大悲惨。大悲惨なのに。大惨事ですよね。この太陽のマークはですね、魚人島編で語られてましたけど、太陽の下で生きたいっていう思いもね、描かれてるんですよね。で、この太陽の印をつけとった太陽の海賊団なわけですけど、1代目がフィッシャータイガーで2代目がジンベエが引き取ったわけですけど、この太陽の海賊団って何を目標にしてたかっていうと、自由と解放なんですよね。太陽の海賊団は、この奴隷と敵対する考え方をやっぱ持っとった一大組織っていうことなんですよね。これが根拠1個目です。太陽が反政府の象徴なんじゃないかっていう。もう一個、やっぱ反政府的な組織って言ったら、革命軍ですよね。革命軍って言ったらもうバリバリ反政府じゃないですか。その革命軍にも元奴隷の子がいるんですよね。コアラな。そう。そして魚人もいるんですよね。ハック。なんで友達真っ先に言うの。俺が言わしてよかったんだ。いるんですね。ハック。めっちゃ早かったやん。ということで、これは天竜人を倒すために太陽の海賊団からのれん分け的に入ってるのちゃうかなみたいな。のれん分けてないそう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 、友好の証だよみたいな。で、残念ながら今もね、奴隷ってのはたくさんいるんで、いつか革命軍が解放のために働きかける時が来るんじゃないのかなと。元革命軍幹部のクマさんも今のところ奴隷にされてしまってるんで、最強クマさん奴隷ということで、これを救うべくどうなったかっていうところもね、今物語としては止まってるんで、なんで革命軍も間違いなく反政府的な動きはしていくんだろうなって思うわけなんですよ。で、ワンピースの世界って言ったら、夜明けっていうワードすごい言われてるでしょ。月の話の時にもいっぱいしましたけど、これロマンスドーン冒険の夜明けっていうのがそもそも1巻のサブタイトルで、61巻でもそれのオマージュ的なタイトルがあったわけじゃないですか。最近僕の大好きなペドロさんも世界の夜明けを信じてお亡くなりになっていったわけじゃないですか。で、ワノ国に入ったら月と夜明けということで、時様が歌読まれとったりとかそういうことをおっしゃったわけじゃないですか。えらいね、夜明け夜明け夜明けということにこだわっとるんですよ。ということで、ワンピースの世界って今夜なんですよ。なるほどな。そう。ミホークの刀のことじゃないですよ。ということなんですけど、これ、ワンピースの世界今夜で、じゃあ白ひげがお亡くなりになる時に何て言ってたか皆さん覚えてます？何ですか？世界ひっくり返るんや、言うとったわけじゃないですか。ひっくり返るどういうことかっていうと、夜が朝になるんすよ。昼ではなくて。昼でもいいんやけど。それが、世界がひっくり返るってことなんちゃうかなと。なるほど。だから、今、あの世界ってのは夜なんですよね、多分大きく分けて。それが、世界ひっくり返るってことは、朝昼になっていくってことなんじゃないのかなって思うんですよ。なるほど。そこに関してもこれから先大きな戦いがあるよっていうことは、もう小田先生も、おでんも白ひげも言うとるわけなんで、まず間違いなく起こるやろうなっていうことなんですけど、太陽がじゃあどう関わってくんのかって話なんですけど、今、ワンピースの世界でアラバスタってめちゃくちゃ重要っぽい感じじゃないですか。確かにね。そう、なんかコブラもやばいってことになってるし、小田先生もジャンフェスでビビがやばいことになってんねんって言うとったし、黒ひげも今アラバスタ行くねんって言うとったわけじゃないですか。で、このアラバスタの国旗見てほしいんですよ。こちら。これ82巻の時に向かってる時なんですけど、もうこれ見て、太陽じゃない。アラバスタってやっぱ太陽の国なんですよね。まあアラバスタの国旗がね、こんな感じっていうのは。そう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 。アラバスタって、まず間違いなく、現代世界でいうエジプトみたいなところをモデルにしとると思うんですよ。エジプト。そう。で、エジプトって言ったらやっぱそっから連想すると、太陽神ラー。ラーってのが太陽神がやっとるわけなんですけど、ラーってのはすごいその意識されてるんじゃないのかなと思ってて、そこで出てくるのが、ラーの姿見てほしいんですけど、こういう顔してるんですよ。見て、このアラバスタの守護神っぽい、ハヤブサっぽい顔。さらに、古代エジプトの神話では、トトってやつも出てくるんですよね。これワンピースでもいたじゃないですか。トトじいさんな。そう。トトは、ラーの心臓の部分を担ってるわけなんですよ。ってことは、やっぱアラバスタの心臓はトトやったわけじゃないですか。なるほど。トトが湯葉を一生懸命復活させたから、アラバスタっていうのは復活していくことになったわ
わけじゃないですか。っていうことはその辺意識されてんのかなって思うわけなんですよ。アラバスタはバリバリ太陽と関係がしてるんじゃないのかなと。じゃあ今後の物語でやっぱプルトンの関係もあっていつかルフィたちが行くんじゃないのかなっていうことがまず思うんですよ。さらに皆さんワンピースの世界で太陽神がすでに出てるってこと気づいてます？出てんの？出てるんですよ。どこ？これシャンドラ。これから私は太陽の神に迎えられるのよっていうことを、生贄のやつ。そうだから400年前の話。言ってたな。そうカルガラとかノーランドの時代の話ですわ。はいはいはい。その時にヘビを太陽神として祀っとったわけなんですよね。はいはいはい。で僕らの大好きなこちら JAL ですよ。JAL？これ JAL ですよ。はい。光月家ですね。JAL であってはないねんけどな。この光月家のマークもよく見てください。真ん中にポンデリングあるでしょ。ポンデリング？これが太陽の象徴なんです。なるほどな。は確かにアラバスタの国旗ともちょっと似てるしな。そうなんですよ。でもアラバスタとの関係性ってのは分かってないってことは、世界のどこかでこの太陽っていうのが繋がってるんちゃうかなと思うんですよね。で皆さんポーネグリフが今までどこにあったかって覚えてますか？世界各地の。世界各地いろいろありましたけど、まず一つルフィたちが見つけたのは空島じゃないですか。でアラバスタじゃないですか。でゾウ、これ光月家の関わりゆかりのある土地ですよね。この3つって今言った太陽とめちゃくちゃ関わってる土地なんですよ。なんで？いや今説明してん全部。なんで空島のやつなんで？シャンドラやん、空島やん。太陽神を信仰しとった土地やん。たまたま今空にあるだけで。たまたま今空に行っただけで、もともとその太陽を信仰した土地やったわけじゃないですか。だからこれ全部太陽と関係してる場所にあるんですよ。もう一回言ってますよ、場所。アラバスタ、空島、でゾウ。でも魚人と太陽の海賊だ。こじつけ。こじつけとか言わないでよ。そうということで見事4つともね太陽と関係して、でワノ国もあるから5つ関係してるじゃないですか。トットランドのやつはどっかから取ってきたから含まへんねんけどいや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 それをいやいやいやただ皆さんこれで今いやいやと思ったでしょ、でも実はビッグマムも太陽関係者ってこと皆さん気づいてます？これもうホールケーキアイランドの僕だから気づいたんですけど、そうなの？それは言い過ぎやと思うんですけど、ワンピース読んでる人の 0.1% は気づいてるんですけど、ビッグマムの過去編エルバフの話覚えてますか皆さん？エルバフってマムも言っとった時代があるんやけど、そこで言われたことがあるんですよね。太陽と死の復活のお祭り冬至祭、そういう文化祭みたいなやつがあるんですけど、文化祭レベルではないのかな。これは12日間の断食をするよみたいなイベントなわけなんですよ。このイベントは太陽と死の復活をするんだよっていうことがエルバフの文化としてあるんですよね。そこにいたのはマムなわけじゃないですか。なるほど。だからトットランドにあってもまあギリいいのかなって思いますし、もっと言うならルフィたちが次に行くこの太陽関係の場所っていうのはエルバフなんじゃないのかなって思うんですよね。なるほど。だってウソップはそもそもエルバフにめちゃくちゃ憧れてるから、エルバフ絶対行くじゃないですか。でも今ロードポーネグリフってどこなのか分かんないみたいな状態ですよね。もしかしたらこのエルバフに戻ってきてるんじゃないのかなって思うんですよね。なぜならやっぱ太陽の死と復活を祀ってる場所であるから。こんなに太陽とポーネグリフが結びついてるのって絶対意識してるじゃないですか。っていうことはこのエルバフのこの伏線もどっかで回収されると思うんですよ。もしかしたらその時にカルメルが消えた謎とかも分かったりするのかもしれないですけどね。なるほどなるほど。というわけで本日は太陽の伏線をまとめてドドンと紹介しました。今日の動画は9分10分ぐらいから見てもらったらちょうどいいんじゃないの？最最後はなるほどなと思った太陽は確かにこういうシンボルとして薄くしてるよね。随所随所に絶対太陽って文字が出てきてるから気になるよね。そう、だから世界政府は陽のものを全員禁止していくんやなって感じですよね。で、まあ改めて思い返してほしいんですけど、クローバーとかもめちゃくちゃバーンってなってるから太陽っぽいじゃないですか。クローバーってそもそも太陽を浴びて育つ花やし、なるほど。そうそう、だからクローバーも殺されてしまったんやろうなって感じもしますよね。ということで本日の会話いかがだったでしょうか？いや面白かったね。なるほどね。月の反対は太陽ということで、いや反対はどうか俺はい、今日は太陽に注目してみました。はい、皆さんもこの太陽に関することで何か発見がありましたらぜひ教えてください。はい。では霧って何今の？西から昇ったお日様が東に沈む。嘘やからな。いやバカボンですからね。バカボンや。でもルフィたちの冒険がイーストブルーから始まってて、シャンクスがウエストブルー生まれなんてちょっと関係してると思いません？東から昇ったお日様がみたいな。See you。今日も一日お疲れ様です。おーい、チャンネル登録してるか？なんなんいきなり。でもしてね。そうそう、LINE スタンプリニューアルしたぞ。Twitter、LINE やってもやってるから絶対フォローしてね。今聴いてるオリジナルソングも配信中。お風呂の前は小焼きチャンネル。